ちは、あーです。今回はグリーンマックスのエコノミーキットからスハフ42を組み立てていきます。普通に組むのではなく、加藤製の床板と組み合わせて作成します。また、乗降口扉を開放させていきます。いつもと異なる工作となりますので、ぜひ最後までご視聴ください。まずはシャバンのインレタ転写から行います。もともとシャバンインレタ未使用だったけど、一度手を出してからはいろいろと対応できるように種類を揃えました。今回使用するのは品番6310の客車座席車用です。ここからスハフ42を探し転写していきます。該当のインレタを切り出しセロハンテープで固定します。以前は手で押さえるなんてことをやっていましたが、ズレ防止にテープ固定が必須でしたね。しっかりと圧を加えてセロハンテープを剥がすと転写できています。さらに裏紙を押し当ててボディに定着させます。インレタ転写後はトップコートを吹き付けます。インレタの保護目的です。トップコートが乾いたらランナーから切り離していきます。今回は着色済みの製品なのであまり意識していませんが、未塗装キットの場合は塗装前に切り出します。先に塗装してしまうと切り出し面に成型色グレーが出てくるのが嫌なので、塗装を後にしているだけです。逆に着色済み製品の場合は成型色がほぼ同じなので、切り出し面、ヤスリ処理に色の影響が少ないので順序は決めていません。次はいよいよ乗降口扉のくり抜きです。初めての作業なので失敗前提で進めていきます。エコノミーキットのプラの材質は比較的柔らかいので、標準的なカッターナイフで切り込みを入れていきます。デザインナイフの方がいいかなとも思ったのですが、使い慣れた身近なものでひとまず作業を進めてみます。結果問題なく切り込みを入れていけました。そして扉をくり抜いていきます。くり抜いた箇所にヤスリがけを行い作業完了。まだまだ改善の余地はありますが、扉が開いた状態になりました。反対側の扉もくり抜きましたが、こちらは難ありです。つま面側が細すぎて割れかかっています。ひとまず流し込み用セメントで固着しておきます。つま面側には歪みも出ています。ここはつま面との接着で矯正できると思うので、このまま続行します。ドアをくり抜いた後は全体のバリ処理を行います。普段は普通にクラフトヤスリを使ったり、400から800番のペーパーを使用しています。先ほども触れましたが、エコノミーキットの着色済み製品はプラ成型色が塗装色とほぼ同じになっています。
そのためヤスリがけを行っても色が落ちる、グレーがむき出しになることがありません。次は窓ガラスを固定していきます。まずは曇りガラスからボディに接着していきます。接着にはクラフトボンドを使用しています。ゴム系接着剤を扱うのが苦手なのでクラフトボンドを代用している感じですね。乾けば透明になる点やはみ出すリスクの低さもあって多用しています。客室窓は今回は開閉表現を行っていこうと思います。窓ガラスパーツを1枚シートのまま貼るのではなく、窓の大きさに合わせてカットして個別に貼っていきます。実写の写真などを見ると乗降口扉が開いたままはもちろん、窓が一部開いているものも見かけます。その窓の開閉をガラスパーツで表現していきます。全開放はガラスパーツなし、一部開放は小さくカットしたパーツを窓にずらして貼っていきます。窓ガラスパーツを貼り終えるとこんな感じです。一部開放の窓に関しては後ほどさらに手を加えます。続いてつま面の処理に入ります。加藤の床下にはテールライトが実装されているため、つま面パーツのテールライト部分には穴を開けておきます。予定ではピンバイスで開けた穴に加藤の床下装着済みのテールライトが入る計算です。実はこれが大誤算でした。加藤のスハフ42用の床下セットと合わせてみます。ピンバイスで開けた穴にテールライトのプリズムはぴったり収まります。ところが GM キットの左右のテールライトの間隔と加藤床下の左右のテールライトの間隔が異なります。床下のテールライトの転用がわずかなサイズの差で不可と判明しました。このままでは使用できないので何らかの加工を検討しましょう。うまくいくかどうかわかりませんが、つま面側には先端を赤く塗装した光ファイバーケーブルを差し込みます。この光ファイバーケーブルに床下装備のテールライトのプリズムを合わせることでの投稿を狙っていきます。光ファイバーケーブルを差し込んで接着し、乾燥を待ちます。続いてボディを組んでいきます。この作業はいつもと同じで白キャップのセメントで固定していきます。白キャップセメントで接着した箇所は内側から緑キャップの流し込みセメントで補強しておきます。続いて屋根の工作に入ります。
センターを取るために屋根の両端にマスキングテープを貼って中心にマークを入れておきます。両端に入れたマークをマスキングテープで結びセンターを確保します。次にベンチレーターを取り付ける位置をマークします。ベンチレーターで隠せるので屋根に直接マークしていきます。次はベンチレーターの幅をマスキングテープにマークします。マークした箇所をマスキングテープで結びます。このマスキングテープに沿ってベンチレーターを固定します。この方法ならほぼほぼセンターにベンチレーターを取り付けることができます。マスキングテープを剥がして屋根の作成完了です。ボディと屋根を合わせて接着します。接着には通常のセメント白キャップを使用します。屋根に反りがあるため接着剤が乾燥して固定できるまでマスキングテープで固定しておきます。ボディと屋根の接着が完了したので次は床下セットと合わせてみます。メーカーは違えど同じスハフ42なので合わせることはできるはずと考えています。ボディのリブと床下が干渉する箇所がありボディが収まりません。グリーンマックスのエコノミーキット側の干渉する箇所を削って加藤の床下に合わせていきます。干渉する箇所をきちんと削り落とせばボディは床下に収まります。ボディと床下が合わないのはテールライトのみとなりますね。次は開いている窓の表現に一手間加えていきます。開いている窓の最下部に針金を固定して窓サッシを表現します。接着には瞬間接着剤を使用します。針金を接着するとこんな感じになります。半開きの窓すべてに針金を接着していきます。窓の加工が完了しました。針金1本で引き締まった感じがします。続いて車内に乗客を乗せていきます。以前にレーティッシュ鉄道の車両に乗客を乗せた際には両面テープのみで固定していました。しかし両面テープのみでは走行中に外れてしまうことが多かったため今回はクラフトボンドも使用します。両面テープを貼りテープ上にクラフトボンドを持ってそこに乗客を固定していきます。これで両面テープと乗客の接着力の弱さを補えるはずです。両面テープと床板の座面との接着は案外強固なのでこちらにはボンドは使用しません。他の座席にも乗客を固定していきます。車掌室には車掌を乗せておきます。ボディを戻して雰囲気を確認したいところですが先に室内灯を組み込んでおきます。床下が加藤のアッシーパーツなので
室内灯も純正品を使用します。照明ユニット組み込み時に気づきましたが、乗降口が開いていると照明ユニットが丸見えで見た目が良くありませんね。ここは後でデッキに乗客を立たせて照明ユニットを隠しましょう。照明板を床上に安定させるために、照明ユニットの反対側に透明プラ板を1枚固定して照明板受けとします。プラ板には両面テープを貼り、照明板がずれないように固定します。通電させて点灯を確認してみましょう。点灯を確認。これで客室内の工作は完了です。最後にボディを戻しますが、テールライト用の光ファイバーケーブルを軽く曲げて、加藤の床下装備のテールライトと接するようにしました。綺麗に密着とまではいかないため、動向は弱まりますが、今回は妥協します。ではボディを戻していきます。ボディのエコノミーキットのリブを加藤の床下と干渉する箇所を削り落として合わせておくとパチッと収まります。床下とボディを合わせるとこんな感じになります。乗降口から見える照明ユニットを隠すために乗客をデッキに立たせます。結構ギリギリのサイズで固定にはちょっと苦戦しました。反対側のデッキにも人を立たせて加工完了です。今回は大量生産の格安人形を使用しましたが、デッキにはジオコレの人形などを使用し、クオリティ重視にした方が良さそうですね。車掌さんが目立たないですね。固定位置が奥すぎました。不安が残ったテールライトはこんな感じに投稿できています。今回はグリーンマックスのエコノミーキットと加藤の床下を合わせ、乗客表現を加えた客車を組んでみました。模型に関する動画を投稿していますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。